はい、本日は、G-SHOCK 電池交換を行いたいと思います。今回のモデルは、GA100 シリーズの GA100CF の 1A9JF です。GA100 シリーズであれば、すべて同じですので、同じ交換方法で交換が可能だと思います。用意するものは、こういったドライバーセットに入っております。一番細いプラスドライバーと、あと、こういったプッシュピンとクリップ、あと交換用の電池。今回は CR の1220です。ピンセットはあれば、ピンセットも、もしあれば使いやすいので、ご用意できればいいかなと思います。それではオープンしていきたいと思います。まずこのネジを4箇所外していきます。を開けます。で、こちらにこういった白いカバーがついてますので、これも邪魔なので、これも外していきたいと思います。で、電池の方は、ここに古い電池が入っております。で、この部分ですね。ここで、止めてますので、これをこのプッシュピンで片方ずつ、こう、キュッと、キュッと外すと外れます。こういう風に外れていきます。で、横からこういった古い電池を取り出す形になります。で、これはもう廃棄。電気屋さんとかで電池の廃棄があればそちらに廃棄していただく形になります。で、新しい電池をこちらの方に入れて、で、後ろから押さえ込んで、これで電池交換終了です。で、この後 G-SHOCK の場合は、こちらの AC って書かれた部分ですね。ここと、この丸い部分をショートさせてリセットする必要がありますので、それを行いたいと思います。その時に使うのがこのクリップで、クリップをこう広げて、できれば左右同じ長さぐらいになるように、こういう風にちょっと上げていってもらえればですね。こういう感じです。もうちょっとかな。で、この先ほどのこの AC って書いてる部分に片方を差し込んで、もうちょっと失礼しました。差し込んで、ここを2回ほどこうちょんちょんってすると、これでリセット完了です。で、裏を見ると H セットの状態で、こちらのサブっていうところが点滅しております。で、これで以上終了になります。で、あとは、ちょっと今ずれたので、これを戻して、で、こちら、ちょっと起き上がることがあるので、その場合は、こういうふうに戻していただければ大丈夫です。そして、このカバーを取り付けて、あとは、向きですね。こっちが上なので、この向きで、またその時、今はパッキンがきれいに入っていますけれども、パッキンが外れてるとか場合は、もう一度きれいに、これですね。こういったものを、この溝に入れ直して、それから裏蓋を閉めるようにしてください。はい、それでは時刻合わせをしていきたいと思います。この時計の特徴としまして、このアナログ、針の部分は、デジタルに連動するため、まず最初に、針をすべて12時の方向に基準値を合わす必要があります。まず電池交換後すぐはこの左にあります SUB が点滅しています。このSUB っていうのがこの上の小さい針を示していますので、これを一応右下のボタンでこう押すことによって、上に持っていくことができます。で、続きまして左下を押すと、こう
長針短針が動いて、修正が可能っていうように000と出ています。で、このまた右下でこう長押しするとこう手を離してもずっと動いてますので、12時手前で一度押して後尾調整をしていけば大丈夫です。で少しずつ。これで全て12時方向に向きましたので、これで基準値は合わせは終了となります。はい、続いてデジタル部の、修正を行いたいと思います。デジタルは、こちらですね、このアジャストって書いた部分をまず最初に長押しします。ピッという音が鳴って、こちら今 TYO ですね、東京なんで、東京、こっちで変えていくといろんなソウル、なんか香港とか変わるはずなので、とりあえず日本で使う場合は東京でそのままで大丈夫です。で、ちょっと横向けます。で、もう一度押すと、左下ですね。押すと移動します。DST、これサマータイムなので、サマータイムは2本ありませんからオフのままで大丈夫です。で、もう一度押すと、次はこのデジタルの24時間表示と12時間表示の切り替えになります。押していくと24、12っていう形ですね。これは12時間表示のままでいきたいと思います。で、もう一度左下を押すと、次秒ですね。秒は合わすことは、その、電波時計とか見ながら、ちょうどでピッと押すと、それで0に戻る形です。で、もう一度押すと、この時間です。時間を先合わせていただきます。今は11時、30分。30分。行き過ぎると上を押すと戻りますので。で、もう一度押すと、次カレンダーですね。で、こちらも、2020年で、1月ので10日、行き過ぎたな。10日ですね。これでもう全ての設定は終わりとなります。で、最後にこのアジャストをもう一度押すと、デジタルが、針が連動して今のデジタルと同じ時間を示すようになります。以上で G-SHOCK の電池交換は終わりとなります。